今回ですね、皆さんにご報告があります。今ですね、私たちが乗っているこのボーンですけども、実は売却が決まりました。タイトルにねある通りなんですけども、新車で購入して約4年ちょっと乗ったんですけど、走行距離が8万3000キロ乗って、いろいろなところにね行ったんですけども、思い出もありつつ今回はですね、このような決断ということになりました。で、正確にはこの動画が公開されている、今日4月25日なんですけどもにはもう手元にはない状態と。で、いろいろとねこの動画ウーチャンネルをね始めて、大部分がこの車と一緒に過ごしてきてて、でもちろんね前の車のカービィゴンの時から見てくださってる方もいらっしゃいますし、その頃からキャンピングカーの旅を続けてるんですけども、今回もね結構大きな節目になるんじゃないかなと。走行距離で言ったらこっちの方が圧倒的に走ってるんで、そういう意味でもね苦楽を共にした車ということで思い出もあるのかなと思っております。で、ちょっとね最後なんでね改めてね、動画も撮りながらいろんなこと皆さんにねお話できたらいいなと思っております。はい、とはいえね、別にそんなね暗くお話しするつもりでもないんですけど、一応ねご報告だけさせていただきました。結構4年乗ってさ、8万3000キロカービィの時に比べたらさ、倍以上乗ってるじゃん。そうだね。カービィの時が同じ4年だけど3万5000キロぐらいあったかな。2倍以上走ってんだよね。そう思ったらさ、すごいいろんなとこ行ったよね。行った。なんか一番思い出深い場所とかある？どこだろう。うちは覚えてる？一番最初の旅どこ行ったか。うちゃんだってまだちっちゃかったからね。まだ幼稚園とかだよね。ここでまだゴロンできたからね。できた。今じゃゴロンできないもんね。あの時だってうちゃん110センチって言ってたよ。今いくつ？138センチでしょ。そんぐらい。すごい伸びたね。28センチ、27センチ。すごいね。すごい伸びたね。そう、そんぐらいだからなんか年月って早いよね。4年間って。一番最初にでも長距離の旅行ったのは三重だね。そうだ、三重。うち覚えてる？三重。覚えてない。三重で何したか。なんかさカエルのいっぱいさいる美術館。あの美術館覚えてないの？なんか覚えてる？そうとか、あとなんか三重のすごいちょっとこうなんか細い道入っちゃって、ここどこみたいな迷子になりながら走ってガソリンスタンドを探してたのか。そう今までとちょっと近かったんだよね。ガソリンの減りが分かんないみたいに言って、確かにガソリンスタンドを探して、でなんかちょっとさ開けたところ出た時にさ海みたいなとこ止めたの覚えてない？公園みたいな。あの時に初めてそういう旅したなっていう。カービィの時とまた違ったんだよね。やっぱエアコンがあるからどこでも行けるしみたいな。そうだよね。それ行ったらさもっと遠いとこ行ったよね。三重行ってその後だよね。本当の長距離だよね。九州？じゃあ九州は覚えてる？九州は覚えてる。すっごい長いさ駅1000何キロぐらい走ってさ。あれもう嫌だってなったね。初めてあんだけの距離走って。駅だけで2日分。そう。人生で初めての九州だ。それみんなじゃない？そうで福岡入って佐賀行って長崎行って、熊本か。ういちゃんどこ一応覚えてる？熊本かな。ね。2つぐらい印象あって、まずかかしでしょ。かかしの里。あとは熊本。熊本。なんかあそこ行ったよね。すごいさ高いところ、山の上みたいなところ。草千里とかさ覚えてない？でも怪しいね。まだうーちゃん怪しい。ママは？ママ？意外と長崎とかも印象的かも。最西端？端っこ？いやなんかキリシタンの場所とか。神社、お寺。そうあれ長崎じゃない？あれは長崎。なんかああいうのとか、なんかこう昔のなんていうんだろう、名残？オランダ坂とかね。そうとか。なんかでもあれ不思議だよね。九州のあそこってさ、なんかさ結構田舎っぽい道もあって、なんか景色いいよねって言ってるところからの都市部みたいな。そうなんかね。なんかちょっと違うよね。そのなんか景観が
良かったというか印象的だったかな。パパは阿蘇だね。阿蘇が一番良かったね。パパはそういう放牧してあるところとか、山の上みたいな。あの時初めてなんかこんな景色が日本にもあるんだなっていうのが旅で知れたというか。なんかさテレビとかではいっぱい見たことあるけどさ、そういうのって、実際自分たちで行くことってないじゃん。ない。初めて行ってさ、こんな景色なんだみたいなさ、気づくじゃん。それを言ったらさ、その後ほらまあちょっと翌年だけど端っこのさ北海道まで行ったじゃん。だ北海道もさすごい印象的だったのでパパは思う。それでその熊本とかのあの景色を見た後に北海道行ったら、北海道ってもっと雄大なんだっていうのがなんか分かった。そうなんかさ北海道ってさ地名なき観光名所がいっぱいあるんだよね。自然が本当にそうこの道中の道、名前がないんだけど名前がないその道がすごいいい旅してんなみたいな感じの道路もいっぱいあるし、あそこも良かったし、硫黄山、あそこね温泉から出たらすぐ覚えてる？温泉が出てる山みたいなやつ、匂いがすごいところ。なんかすごい独特な。そうそうそう匂いのとこね。エゾリスとかさ、キツネとかさ。リスいたよね。すっごい遠くからだけどさヒグマいたもんね。そうそうそう。カメラの望遠でようやく見えるみたいな。それがさすごい自然が身近にあると思ったらね、やっぱなんか北海道ってすげえなみたいなのが。そうだ北海道あんま都市部は行ってないんだよね。行ってない。どっちかっていうとそういうちょっと町から町へ移動するところが多かった。ただでかかったね距離が。ずーっと乗せたよね車ね。東北もさ、このボンちゃんでこうよく行けるようになってさコンプリートできたね。そうね。うーちゃん東北はどうだった？岩手の、牧場が一番記憶に残ったかもしれない。牧場ね。小祝でしょ。小祝農場かあれ。農場。あれ牧場だったっけ？あれでなんかさちっちゃりみたいに乗ったよねパパとね。漕ぐやつね。うーちゃん漕いでねえか。うーちゃん前パパが後ろで漕いでママこう取って。あとは馬に乗るとか。だからそれもさ旅としても岩手とかさ行けなかったじゃん今まで。そんな遠いところまでキャンピングカーがないとやっぱ行けないし、そうで岩手行ってで初めてそこから宮城行って 3.11 のね、場所震災以降、もう初めてだよね。自分たちも初めて行ったよね。12年経ってから行ったのか。なかなかねそういうこともねやっぱ現地行かないと分かんないこといっぱいあるからね。でもね楽しいばっかりじゃなくてそういう経験もやっぱね自分たちもやっぱしてみたかった見てみたかった。そうだね。そういう場所を現地行ってどういうものなのかっていうのをちゃんとこう肌でね感じたかったっていうか、でそういうのも経験できたし、あと東北どっかある？なかなかずっと行けなかった秋田とか。秋田ね。みーちゃん覚えてる？生ハゲ。すごい怖い。生ハゲ。マジで後ろからも前からも来てパニック。もうだってうーちゃん泣いてたもん目がもうなんか半泣きだったもん。でもさああいう文化をさそこに行かなきゃ見れないじゃん。そうそうそう。初めて見てなんかちょっと感動したよね。ね。あれもなかなかねちょっと想像と違う感じだったよね現地で。でパパは秋田に行ったらどこにでも生ハゲっているのかと思ってたよ、ね、最初。そういると思ったのにさ端っこまで行かなきゃいけない。あとは反対方面だとどこだ？四国。四国ずっと行きたかった四国だ。ゆうちゃん四国どうだった？徳島が一番徳島？徳島どこ？かずら橋。そう。ゆうちゃんビビってたのに？なんかでも成長を感じたよね。そうね。絶対ゆうちゃんあんなの渡れなかったもんね。あそこも行ったよねカルストも。カルスト行ってずっと行きたいし、ね、そうちょっと天気がねあれだったけどカルストも行ったし、しまなみ海道のRV パーク良かった。島良かったよね。またなんかこう行きたいなって思える場所だったね。だからなんかねそんな感じで、都市部も行ったけどね京都とか、京都行って都市部も行ったしチャリもね乗ったもんね、レンタルサイクルね。意外とボーンでそういうなんかさちょっと遠出の自然のとこも行ったけど都市部も行ったし何でもできたよね、基本的にこの車は何でもできる。なんか行く場所すごい広がったよね。そう可能性がすごい大きかった。前のカービィに比べたらね、そうエアコンがついてるとか、装備のね面もあるけど、やっぱこの空間もすごい広かったし、だからなんか総じてなんか全然この車が嫌なポイントみたいなのはそんななくて、
どっちかっていうと本当にフル活用してたからこそ4年も乗って8万キロも乗ったんかなっていう。結構乗ったよ。8万キロで8万キロは8万キロってパパ今まで乗ってた車の中で一番走ってる。ほぼ毎週かのように出てたからね。だからねちょっと計算したけど、うん、だいたい1年間で何泊してると思う70から80。さっき聞いてたのか答えを聞いてたそうだいたいね70泊ぐらい、まあ大体だから月に計算すると、まあ、6日程度、まあ、金曜から出ちゃうからね大体ね金土日で、まあ、2泊3日になっちゃうから、まあ、3回行ったらもうそれで6泊で、実際は夏休みとか、まあ、ゴールデンウィークそれから、まあ、冬休み、まあ、この辺で長期で出るから多分実際もっと出てんだよ。まあそうだね、出てるんだけど、まあ、大体70泊ぐらい6日間だとして12ヶ月で、72泊だからまあそんなもんかなって。長い長期連休をちょっとまた別にして動画街のとこでもちょっとねある、泊まったりもしてそうそうそうたから4年の間の1年間は車で住んでるの、そうだね70泊だからね、まあ、280日、まあ、300日ぐらいは多分72泊として、1年そう間約1年ぐらいは多分車中泊してたんだろうね、全部そうつなげると、ボーンだけでもすごいねそう思うとね。でその前のカービィも入れるとさらに4年分だから、だから本当にもう500、600は超えてんだろうね。すごいね。なんかもう数えれなくなっちゃったよね、よくわかんないもんね、なんかこれが当たり前みたいになっちゃってたからさ。なんかこの車だけでまあとりあえず1年分ぐらいは車中泊してるかなっていうぐらい遠でしたね。2週間とか行けるようになったからね。そうなんだよね。カービィの時はそんな長く行かなかったよね、行っても5泊ぐらい、まあ、1週間しないかなぐらい、初めてこれで2週間とかの旅ぐらい出れたんだっけ。2週間とか10日間ぐらい全然行ったもんね、まあそんなねこともありながら、まあ、アンズもね去年来たしね、新しいファミリーもね。そうアンズ遠出したことないね。ないね。ねそうまあねそんな感じですごいなんかね思い出はいっぱいあるかなと、まあ、そんなことも考えながらね今日はねもうボンちゃんで泊まる最後の車中泊なので。そっか最後か。今日が最後です。まあでもねなんかせっかくだからねやっぱり最後の一日はね、車の中でこのねいろんなことを思い出しながら過ごしたいなと思っております。はい。じゃあ最後の車中泊しますよ。あたいはまだここにちょっとしかいないね。やっと慣れたのに、やっと慣れてきたとこなのに。ぜひですねもう皆さんも何かこうね、キャンピングカーに限らず何かこう思い出のねあることとかのねエピソードとかねコメントでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いしよろしくお願いしま。ますママはいつものレモンド。じゃじゃあさばくのが初めてだったからなんかえらいこっちゃになってんねこれ。金目鯛目のところがすごい笑ってた。お家で料理をしてきましたね。今日はもうお風呂も入ってなるべく汚さないように。そうシンクとかねちょっとあんまりね汚すのもあれかなってことです。お皿も全部家のもんだねこれね。あ、そうだ。シェラカップ必要だね。あ、シェラカップだけ。ゆうちゃん大きくなったね本当に。なんか最初の頃もこういう価格でさ動画撮ってたけどさ、ゆうちゃんちっこかったよ。てか丸太使ってたよね。これぐらい普通にそうやったらこれぐらいだったんだ。あれもあったし、チャイルドシートみたいなジュニアシートか。あれなんてもう必要ない。あれ結構幅取ってたね。で今日のメニューは金目鯛の煮付け。うまくできたかはわかりませんが、なんかえらいこっちゃになっております。ただこれはね、切ってもらった方がいい、ちゃんと。あとはアサリの酒蒸しと、さっと作ったからね。あとこんなに。ちょっとしたつまみと。ちょっとしたつまみ。ちょっとしたつまみに。です。こんな感じで。さらっとね。はい。
車で。でもやっぱりね、エアコンも今効いてるし快適よね。快適。なんかね、この時期はやっぱエアコン、まあ時期じゃないけどだんだん暖かくなってくるけど、やっぱエアコンはね、そうね、必要だよね。必要。あとエアコンかけると、ああこの車でよかったなって思うよね。キャンピングカーで。今日27度ぐらいあったからね、日中ね。暑いもんね。よし、じゃあいただきましょう。はい、じゃあいただきまいす。ただきまーす。煮付けどうなんだろう。最後のご飯が豪華。ちょっとさ、うまくできてんのかわかんない。この目の部分のさ、この白いのは何？目。うん。でもできてる、ちゃんと。美味しい。金目鯛？うん。パパ金目鯛好きだからね。パパが食べたいって言うからそう、作って。パパ金目鯛ハンターだか美味しい。ら。よし、じゃあパパも食べる。うん。ね、じゃあ大きくなったね。ママも。ママは横に大きくなったんでしょ。失礼な。だってママが大きくなるってもうそれしかないじゃん。縦に伸びるかもしれないんで。でもこの間健康診断行ったらさ、身長測ったらさ 155.9 センチだったからさ、これは156センチでいいんじゃないかな。誤差。頑張ってママちゃんの未来パパはを見つめ身長180ちょいね、ちょいね、点いくつだったちょいの人でしょ。でもこの車が良かったのは180センチを超えているパパでも全然快適に寝れるからね。そうだね。後ろのベッドマジで快適よ。幅がさあるからさ、あそこが一番広いよね。パパはもうあそこでずっと寝てる。バンクになっちゃうと多分185ぐらいまでしかないから、ちょっと180センチの人だと枕使ったりとかしちゃうと結構きついかもね。ぴったりぐらいになっちゃうね。うん。ベッドってよくね、ここで寝れるのって聞かれるんだけど全然快適。パパ的にはなんかそこが秘密基地みたいなね感じなので、カプセルホテル。そうそうそう。だから意外とね、そこはね、このクラスのこの形のレイアウトおすすめなんだよ。やっぱ今リアエントランスがすごい人気なんだよね。うん。でこのダイニングドンって使えるみたいな、であれはあれで窓もね両方でかいしいいんだけど、広いよね。でもやっぱ寝る時が大変で1個だけ難点なのは、うん。荷物をどっちかに避けなきゃいけないんだよね。すごくミニマリストな人がいい。ああ、確かに。物を少なく行ける人はいいと思う。うん。でもやっぱね、普通の家族で子供もいてトータル見て一番最初のキャンピングカーを買うんだったらパパたちはやっぱこの R2B、うん。このレイアウトが一番いいと思う。対面で、まあそれなりにちゃんと使えるスペースのキッチンがあって、ベッドがある。だからベッドがあるから、とりあえずここ放置でも寝れるじゃん。寝れる。うちはさ、結構荷物多い方だからさ、上にも荷物置いちゃってるからね、このバンクのところに。それだけ下ろせばいいけど、そうしたら全部使えるし。それは大きいよね。みんななんかそれぞれ同じ車でも使い方違うしね。うん。あるよ。唯一ボンちゃんのデメリット。棚がダンパーじゃないから棚に行って食べられたかった。でももう改善はされたけど。うちのはね、ダンパーつけたの。あれはいいんだ。最新のはどうなんだろうね。最新のついてないのかな。これからつくようになるのかな。でもなんかステップはつくとか言ってたよね。こんにちは。マジか。満足したんですか？あとはね、この車で言えばこの色。ない。この家具ね。の色は本当にいい。もうこれだけはパパもね、めちゃめちゃ推しで買ったから。いい色だよね。うん。この色。この家具の色はね、いまだにね、他でキャブコンで見たことないけど、内装の色ってやっぱ結構重要だからさ、だって一番見るじゃん、こうやってさ、座ってる時に。ここだけは妥協できない。エアコンが結構効いてきてる。寒い。寒いよね。ボンちゃん乗ってよかったなって思うことが。ボンちゃんってエアコン近いじゃん。うん。だからさ、エアコンちょっと冷やすだけでガンガンに冷えるのよ。なんか夏はさ、うわーマジありがてえって思うよね。いやでも、これはね、多分男の人だけかな、わかるのは。夏ガンガンがに冷えた中で、半袖 T シャツでちょっと寒い中で毛布にくるまって寝たい。ほんとね、寒いのよ。それがね、最高なの。すごい寒いのよ。パパ。本当に。それがボンちゃんはこの距離のエアコンだからもうすぐできる。寒いのよ。こっちは。もうなんか、あ、最高。この寒い中でちょっとこうくるまって寝るのが一番楽しい。楽しいっていうか、それが一番幸せみたいな。ね。だからそういうのとかもボーンになってからだね。うん。
で結構カービィはカービィでキャンピングカーの最初の楽しみ方を教わったんだよね。入り口の部分。避暑地に行ったり。そうとか、なんかもういやそもそもキャンピングカーの中で過ごすとかね、そういうなんかちょっと全てが新鮮だった、そう特別だ、全部が特別だったっていうのをカービィで経験して4年間ね。でそれからボーンに乗り換えた時はやっぱりこのカービィの時に不足に感じたものをボーンで補ったんだよね。ボーンちゃんでちゃんと寝れるからね。ちゃんと寝れてちゃんと設備があるから2週間試してても全然平気だった。だからそういう意味での、足りなかったところを補ったのがやっぱボンちゃんなんだよね。によっていろんなところ行けたし、いろんな体験もできたかなっていうの。だから次はね、ちょっとどんなオーナーが乗られるのかわかんないけど。そうだね、ちょうどこの動画出る頃には、店頭には並んでるかわかんないけども、一応多分販売できる形にはなってんじゃない。ちょっと時間があるから。ちょっと、そうね。大事にね、また、いろんなところね、次のところね。そう、行ってもらって。カービィの時も同じこと言ったけど、きっとね、次のオーナー、もしかしたらその次のオーナーもあると思うし、そういう風にね、乗り継いでもらって、またどこかのね、加速の中でこう思い出をね、作ってくれる車なんじゃないかなって思います。最後の車中泊か。おはんじゅう。おはようございますだね。おんじゅうもこの車今日で最後だって、お泊まりするの。私全然止まってません。アンジュ。アンジュだけはまだ10泊ぐらいしかしてないかな。そんなしてないか？何泊した？いや、もうちょいしてるでし10ょ。泊ぐらいはしたかな。10泊ぐらいはしたんじゃん。なんかすごい。えって顔してる。まだ私、そんな遠出したことないんですけどって。なんかすごいいろんな観光地というかいろんな場所行ってね、いろんな地域で散歩するはずだったんだけどね。やっとあんずも慣れてきたのに。まあでも今日がね、最後の車中泊だから。まあそんな感じでね、なんかこの最後のね、車の中での晩餐もだんだんあれかな。一回片付けちゃう？そうね。まだちょっと、食べながら。一回じゃあ食べきっちゃおうか。うん。鼻水出てるよ。匂いがついてるから落ち着くんじゃない？アンジュ、どこがいいの？ちょっと落ち着いた。で、ふーちゃんは何を持ってきたの？まずパックンチョじゃん。はい。なしでパックンチョ。ポカポンゲーム。なんかさ、ボードゲームみたいなの買ってもいいね。今度買ってみる。知らないうちに始まってた。煽りでしょ。謎煽り。よっしゃー、ママの勝ち。ほら。レディー、はい。アンズがそわそわしてきちゃう。はい、パパの負け。アンズさん。なんやこの音ってアンズがそわそわして。ママの勝ち。挙動不審。今のはスロー判定だね。ママの勝ちじゃないよ。アンジュもやるの。アンジュもやるの。フラットにする？うん、そうする？そうだね。アンズもその方がゴロゴロ。アンズは？こっち来る？アンジュこの中入る。アンズ暑がり。本当無理。アンズ行ってやれ。アンズゴー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 。なんかさ、あんずさ、昆布みたいな出汁の匂いがするの。ねえ、ママなんで横からの？よし、じゃあアンズやるよ。バンク作ろう、バンク。よし。よし。
なんかさ、車に入ってたものをさ、持って帰らなきゃいけないじゃん。そう思ったらさ、意外とキャンピングカーの中にいろいろ物入ってたんだなって思う。感じが不安そうに見てる。この作業が何気に大変だった。でも寝心地は良かったな。布団があるだけで。あ、犬。犬。あんずも最近ここで寝したから。早く上に上げてって言ってんでね。エアコンは入れとくれるとき。うん。ちょっと待ってあんず。おいで。ママ何これちょっと取ってあとこれ謎のバンクの神様。あんずにふーちゃん。ちょっと待ってあんず。刻んだどこ行ったのあんず。ここ一番奥。今日で最後だよ。何どういっちゃんバンク。気持ちいいよあ、入られた。信じられない。やばいやばい迷惑ですよ。よいしょよいしチラ見すな。ちなみにパパの方は安定してるね。よいしょ。カプセルホテルだね。ょでママ巣に帰る。さあ今日最後だよ。どう？パパの巣だよ。一方その頃ういちゃんは。ういちゃんっていうよりもあんずだ。おやすみ。おじさんも寝るよ。おやすみなさい。はい、今ですね、時刻はね、8時56分。室温がね、20.6 度、湿度 42% です。ボンちゃんのね、最後の車中泊の環境でした。最近ね、全然これをね、動画に載せることはなくなってたけど、朝起きたらね、必ずね、チェックはしてました。ちなみにエアコンはね、一応入れときました。暑くなったらあれだったのでね。でも全然快適に眠れます。はい、おはようございます。おはようございます。もうあんずはうーちゃんの学校時間に慣れてるのでまあ8時過ぎたらご飯が8時だからね。あんじ早起きともう元気。あんず、おはよう。おはようって言ったのそれ。みんな起きるよ。はいあんずを下ろしてください。おいであんず。あんじが周回されますよいしょ。でママも起きよう。めちゃまびるあれや。参った。速攻で参った。よし、片付ける。家の中もすごいから、全部下ろさなきゃいけない。だから家の中も本当は片付けたい。あとほら布団とかがね、場所取るというか。よし、じゃあバッグもね、片付け終了です。こんな感じです。もう今ね、すでに気持ちも荷物少なくなっちゃったけど、いつももうちょっとパンパンだったけど。はい、ということでね、今日はね、最後の車中泊でしたけども、どうでしたか？快適でしたね、やっぱり。寝れたし、エアコンつけて涼しかったし。ふーちゃんは？ママと同じでも楽しかったよね。あんず込みで3人で寝るっていう。そう右に同じくふーちゃん寂しくなかったの？そんなに寂しくはないな意外とね、ういちゃんね、カービィの時もそうだけど、あっさりしてるからね。確かに。最後はお家でね、車中泊っていう
まあ、ちょっとね想像してなかった車中泊かもしれない。まあこれはこれでよかったのかなって。車中泊最後になりました。もちろんお礼を言ってください皆さん。4年間ありがとうございます。無事に私たちを運んでくれて、いろんなところに連れてってくれてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、今回のね、車中泊、最後の車中泊でしたけど、皆さんにお送りさせていただきました。まあちょっとこのね、車売却になったところをちょっとお話しさせていただきますと、正直ね、この車に乗ってて、嫌なところは、冒頭にもお話したんですけど、なくて、なんかここがダメとか、ここが壊れたとかさ、そういうの一個もないんだよね。ないね。使ってて不便なことも、正直ない。だから本当にじゃあなんで売却するのっていう話になってくると、安全もそうだし、うーちゃんもやっぱすごい大きくなったし、なんかこうね、それぞれ、家族の中での変化もあったし、自分たちのね人生ライフステージの中でも家を買ったりとかいろいろあったし、なんかこうねいろんな事柄がね重なりもあって、一旦ちょっとね手放そうかということになりました。結構話し合ったもんね。そう、実はもうね1年ぐらい話してたよね。うん。去年からずっと話してて、1年かけての今に至るんで、本当ね経緯は話すと長くなっちゃうけど、たくさんあっての決断だったので、そこはねご理解いただけると嬉しいなと思っております。そんな感じで、今回はね売却になったけれども、このボーン乗ってて通して感じたものってある？うーちゃんとかね、特に人生と同じぐらい、うーちゃんが1歳ぐらいの時から乗ってるけど、なんかこうキャンピングカーによっていろんなところに行くようになって、できなかったことができるようになったとかさ、さっき話してたかずら橋とか渡れるようになったとかさ、なんかそういう子どもの成長とか、なんかこう体験とかさ、そういうのをこう目の当たりにできる場面が多かったというか、キャンピングカーがあったことによって、よりそれが身近に感じれたかなって思う。そうだね、それは大きいかもね。でも、なかなかね家の中で見てるうーちゃんとね、お外行ってねいろんなことを体験するうーちゃんってやっぱ違うもんね。学校でまた習うことも違うし、そうね、いろんなことがやっぱり旅先でしか味わえない体験とかたくさんあったし、みんなの人生の中でプラスだったというか、いろんな糧にできたというか、そうだねっていうのはなんか思うよね。そうだね、成長だってうーちゃんの成長だけじゃなくてきっと自分たちもあるんだろうね。それはあるかもね。自分たちの成長もあったし、本当ねそういう意味ではね、なんかいろんなことをね経験させてくれたなって改めてね最後に思いました。はい、ということでね、今回はですね、こちらのボーン、今日でね最後。いや本当にね今までねこのボーンのね動画たくさん作ってきて、旅の動画たくさん作ってきて、いろんな人に見てもらえて、本当に感謝しております。ありがとうございました。今日で本当最後になってるのはね寂しいんですけども、ここはね一区切りということで、報告をさせていただきました。ただね、チャンネル自体は引き続きねこのまま続いていきますので、今後もね応援してもらえると嬉しいです。旅終わってないね。キャンピングカーライフがね終わるわけじゃないからね。もう歩いてきてるんだっけ？ありがとう。名前は？チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね、バイバイ。